こんにちは、かなこです。今日は私がフラワーエッセンスって本当にすごいと思った出来事をお話ししようと思います。この出来事がきっかけで私はフラワーエッセンスを自分で使うだけじゃなくって他の方にも伝えていきたいなと思うきっかけとなった、衝撃的な出来事でした。そのきっかけとなったエッセンスとはこれなんです。このアラスカンエッセンスというブランドのエッセンスのセットで、トラウマリリースライフサポートセットという名前のものになります。こんな風に12本入りのセットになっています。そしてこれ実は昔のラベルなんですね。今のラベルはこんな風にフラワーエッセンスは緑色のラベル、ジェムエッセンスはピンク色、環境エッセンスはブルーのラベルとこんなラベルになっています。このキットはすごく昔に買ったものなんです。多分2002年から2006年ぐらいの間に買ったんじゃなかったかなと思うんですが、昔のことなんでもうはっきりとは覚えてないんですけど、それでこのキットを買って、でその後たまにこの中から選んで飲んだりしてたんですけど、正直そんなに劇的に自分が変わる感覚もなかったんですね。それに他のブランドのエッセンスも使っていたこともあって、この中から選ぶこともだんだんと少なくなってきてしまって、蓋をした状態のままこの押し入れの中のいわゆる三段ボックス的な棚にしまっていたんですね。ちょっと放置状態にしていたと言いますか。とにかくこのアラスカンエッセンスについてはこのセットを持っているだけで積極的に何かを勉強したりとかより深く知ろうとはしてない状態だったわけなんです。それから十数年経って、だいぶ経ってある時私人生の悩みがあったんですね。結構悩んでいて、結論が出なくて、で結論が出たような気がしたと思ったらそっからまたやっぱりああでもないこうでもないっていうふうに考えてる。でも結局結論出ないみたいな状態が結構続いてたんですね。でそんなある日ふっとこの箱が目に入ったんです。押し入れを開けた時になんとなく目に入ったんですね。でそれでなんとなく蓋を開けてその中の一本を何気に手に取ったんですね。その瓶っていうのはこれだったんですけれども、このエッセンスについては後でまた説明します。なんとなく手に取ったこの瓶なんですけど、なんとこの瓶振動してたんです。本当にこの手に振動を感じたんですね。でそれでなんじゃこりゃーと思って、で試しに他のエッセンスの瓶を何本か持ってみたんですけど、そっちは振動してないんですね。もう一回この瓶を持ったらやっぱり振動してるんですよ。私、そこまでエネルギーに敏感じゃないんで、こういうことってそんなに頻繁にあるわけじゃないんですね。なのでなんじゃこりゃーってもう松田優作状態で、ちょっと古くてすいません。でラベルを見たらウォーターメロントルマリンって書いてあったんですね。その頃はアラスカンエッセンスとかその宝石とか石の種類について全然詳しくなかったので、もう見てウォーターメロントルマリンって何って感じだったんです。それでその日の夜お風呂に入る時にこのエッセンスを湯船に入れたんです。このストックのままで開いてテキテキと湯船に入れたんですね。そうしたら今度は湯船のお湯が振動してるんですよ。でまたなんじゃこりゃーと思って、もう本当になんじゃこりゃーですよね。でそう思いながらその振動に抱かれるように湯船のお湯に浸かったわけなんです。でそうするとですね、お風呂から上がった時に自分の心境がすごく変わっているのを感じたんですね。なんか落ち着いてるっていうか安定感があるっていうか、それまではもうああでもないこうでもないどうしようって考えて、
周りで起きてる出来事にいちいち乱される感じが続いてたんですけど、お風呂から上がったら、心が静かになってたわけなんです。私の周りの状況はお風呂に入る前とお風呂から上がった後って何も変わってないのに、当然そんなお風呂に入るぐらいの短時間では状況が変わるはずもないですよね。で、なのに周りは変わらないのに自分の感覚がそんなに変わってるっていう、これがもうすごく不思議な体験で、こういうことってあるんだって思ったんですね。これをセンタリングといえばそうなるんでしょうけど、すごく不思議だったんですね、本当。それで、自分はエッセンスの本当の凄さを今まで知らなかったと思ったんです。この体験をしてアラスカンエッセンスにすごく興味を持って、その創始者のスティーブさんのワークショップに行って、エッセンスを買い足していってっていうふうにだんだんとなっていったわけなんです。それでこのウォーターメロントルマリンなんですけど、実はこれにはちょっと余談があって、このウォーターメロントルマリンが何かというと、これは宝石なんですね。なのでこれはフラワーエッセンスでなくてジェムエッセンスになります。お花のエッセンスはフラワーエッセンスなんですけど、このジェムエッセンスっていうのは宝石とかクリスタルの波動を水に移したものになります。で、そしてちょっと付け加えるんですけど、一般的にはジェムエッセンスって呼ばれるんですけども、アラスカンエッセンスではジェムエッセンスではなくジェムエリクサーと呼ばれています。このウォーターメロントルマリンのエッセンスはウォーターメロントルマリンという宝石の波動を水に移したものになります。で、それでウォーターメロントルマリンがどんなものかというと、こういった宝石になります。で、アラスカンエッセンスのサイトのリンクを概要欄に貼っておくので、興味があったらご覧ください。それでこの話にはもう一つ、ウォーターメロントルマリンについてのエピソードがあるんです。私、その瓶とか湯船のお湯が振動していた体験をした後に、ウォーターメロントルマリンが一体どんなものかを調べたんですね。アラスカンエッセンスのそのサイトを見たりとか、どういった宝石かとかっていうのを見たんですけれども、ウォーターメロンっていうのはスイカのことです。で、スイカは緑とピンクの2色の色のことで、それらの色を持つトルマリンがウォーターメロントルマリンなわけなんです。それが実はこれ私の魂の宝石だったんですよ。というのが、今はもう亡くなられてしまった私の友人がジュエリーデザイナーだったんですけど、彼女はお客さんのためにアウェイクニングジュエリーといって気づきのためのジュエリーを作ってたんですね。そのお客さんの魂の宝石を選んで、その人の魂に沿ったデザインをして、でペンダントとか指輪を作っておられたんです。で、彼女が私の魂の宝石をリーディングしてくれた時に、このかなこさんの魂の宝石はバイカラートルマリンよって言ってたんですね。で、そのバイカラートルマリンでペンダントを作ってもらって持ってたんですけど、それっていうのはピンクと緑の2色のトルマリンだったんです。バイカラートルマリンっていうのは必ずしもピンクと緑なわけではなくって、いろんな組み合わせの2色があるらしいんですけども、私の場合はピンクと緑だったんです。それでアラスカンエッセンスのウォーターメロントルマリンの画像を見た時にもう衝撃だったんですね。これってバイカラートルマリンじゃん、私の魂の宝石じゃんと思って、本当に衝撃で、いやもう本当によくこのエッセンスを意図せずに持ってたなと、ここにたまたま買っていたなと思ったし、でよくも都合よく私の魂の宝石のエッセンスが存在したねとも思ったし、でそれが目に入って手に取って振動していて使ったっていう一連の引き寄せられた感じもすごいし、自分にとってはもう驚愕のすごい体験だったんですね。そこからアラスカンエッセンスすごすぎる、もっと知りたいと思ってワークショップに参加したり、本格的にエッセンスを使うようになっていったわけなんです。ちなみにこのアラスカンエッセンスのウォーターメロントルマリンの説明は、陰陽のバランスを愛を受け取り
与える流れをスムーズに、緑色の地球の波長がピンク色の宇宙の波長と調和するように、男性女性エネルギーのバランスにも、というものなんですけど、その時にこの説明を読んでいても、私絶対これを選んでなかったんですね。全然自分に合致するものがないし、スルーしてたと思うんですね。でもこの説明は合致しないんだけれども、すごく自分にこう響いてきたわけなんですね。で、これがエッセンスの面白いところなんですね。この文章になっている効果っていうのは、エッセンスが持つこの氷山の一角に過ぎないって言われてるんですね。このエネルギーって波動とか全部が全部言葉にできるわけではないので、その理論じゃない部分もあるので、こういうことが起きてくるわけなんですが、なので私はこの自分自身の経験から、その説明を読んでエッセンスを選ぶのではなくって、直感で選びたい人にこの時からなったんですね。それまでは文章で選んでたんですけど、この時からもう直感で選ぶタイプの人に私はなりました。はい、っていうのが、私が初めてエッセンスってすごいって思った衝撃だった出来事のお話になります。はい。ではまた次の動画でお会いしましょう。